はい、こんにちは。焼肉奉行霧島の稲垣です。今日はこの和牛のヒレを磨きながら飲食店の焼肉店のワンオペに対してのお話の動画をしたいと思います。今日もよろしくお願いします。これが和牛ヒレ、これも和王さんです。今回なぜそのワンオペのお話をしたかと言いますと、最近よくうちの方でいろんな方がね焼肉店をしたいと、そういうお話をしに来られる方がお見えで、その時に小さいお店でワンオペでしようと思ってますっていうお話が結構来るんですよ。小さいお店で焼肉店するってことは僕も大賛成なんですよ。やっぱり今大きい器で焼肉店飲食店やっていこうとすると、やっぱりいろんな面でねお金もかかるし人もいるし大変やと思うんですよ。小さなお店でやられて回転率を上げた方のが僕はすごくいいと思うので、逆に僕がしたいなと思うぐらいなんですけれども、初めて焼肉店をしようとするので人件費も払えるか払えやんかわからんと。それで今人件費も結構高いし、利益率もどんだけ取れるかわからんので僕一人でやりますっていう方が結構お話が来るんですけれども、僕は絶対無理やと思います。ワンオペっていうのはね、一人でその仕込みをしたり、一人でお肉をお客さんに提供したり、スープを作ったりサラダを出したりというのは一人でもできると思います。そういう準備をきちんとしてやっていけばね。営業時間内になってくると、その一人の人がスープも作らなあかん、お肉も提供しやなあかん、ドリンクも提供しやなあかん、カウンターですぐ出せるやんと思っても、まずそれは無理なんですよ。なぜ無理かというと、5時オープンやとして5時に来ました、次来られた方が5時半来ました、次6時に来ました、6時半に来ましたっていう、そういう流れでお客さんが来てくれるんであれば、その仕事が終わってはい次で、次お客さんが来られてはい次って一人でもできるかもしれませんけど、来られる時間っていうのは土日とかそういうのを除いてね、6時半がだいたい仕事も終わって、それからうちに来られるとお客さんが結構見えるんですよ。極端に言ったら5時から6時まではお客さんノーゲストやったりとかねする場合もありますし、もしそれが6時にお客さんが1組来ましたっていう時は、なんでか知らんけどいっぺんに6時に3組4組ブワーって来るんですよ。でその時に絶対1人やったら対応できないんですよ。1人でしたっていうことは今までの中で1回もないかな。2人で営業したっていうのはあるけどね、もうそれでもてんてこまい。3人でもし営業してる時にいっぺんに5組6組バーッと来た人に、すぐ対応ができなかったので「すいませんちょっとお待ちいただけますか」って言った時点でお客さんは待ってくれないと。座らすだけ座らしてくれとかね、で座ったら絶対飲み物欲しい、なんかつまみが欲しいってなるから、それも対応できやんからお待ちくださいっていうのを言うと、最初は待ってくれるけど、5分でも10分でも待たしたらね、もう怒って帰ってしまうんですよ。また来るわ忙しそうやでっていうお客さんも見えるし、大半怒って帰る人が多いんですよ。怒って帰られたお客様というのはなかなか次がないんですよ。自分の厨房の周りがね全部ここに立ってるだけで全部できるっていうシステムをもし作ったとしても、お肉出しました、それけど出す前にやっぱり飲み物が最初お客さんに持っていくじゃないですか。で飲み物を作って出して、さあ肉しようと思った時点でその時に「すいませんすいません」ってなるから、次のお肉作れないと。そうするとこの人もいつ出てくんねやろって思うし、でこの人も飲み物は言っとるけど食べ物来るの遅いとまた怒るし、また次のお客さんが来られた時に「お待ちください」ってなってしまって、1人で2組も3組も対応ってまずできない。それは2人でも正直言って大変やと思います。そのお店に対しての都合それに対しての人員数っていうのは大体決まっとるけど、うちのお店であれば4人アルバイトをやったり、僕入れて4人おったらやっていけるなっていうだんだん分かってくるんですけれども、4人だけでは無理なんですよ。なぜかっていう、アルバイト要件おるな、そんにも入れろってよくお客さんに言われるんですけど、やっぱりその子たちもなぜうちやったら余分に人数を入れるかっていうのは、やっぱり休みがいるし、土日祝日とかでも休みたい時もあるし、そのためにアルバイトしとる。
自分が遊びたいっていうのがあるから、うちで4人しかいらんなっていうのでも僕は極力、アルバイトを6人7人呼ぶの人数をうちも入れてます。それがたまたまみんながおる時もある、たまにね。そういう日に限って絶対暇っていうのもある。でアルバイトが少ないっていう時に限ってめちゃめちゃ忙しいっていうのが皆さんあるあるやと思うけどね。だからアルバイトは結構人数おった方が僕はいいと思います。社員を何人か入れなさいっていうわけじゃないけど、アルバイトで結構人数取れるんであればアルバイトで生計を立てていけば、うちはそうやってやってるけどね。ただね、その中で困る点っていうのもあるんです。それは高校生とかね、大学生であれば同じ年の子を全部入れていく、同じ学年の子を全部入れていくと修学旅行に行くってなったらみんなが修学旅行行くし、遠足っていうのかな、なんていうかそういうのがあった時はみんながその日に休んでしまうから大変。同じ世代の子を入れていくと、で辞められる時も同じ年の子が3人おったとしたら卒業になったら3人とも卒業してしまうし、専門学校行く大学行くっていう子は残ってくれる子もおるけど就職される子もおるし、でそういう時になるといっぺんに人がおらんくなるから、それはみんな飲食店の方はどこもあるあるやと思うんやけどね。ワンオペで全部やっていくというのはお客さんを減らすことにもなるし、売り上げを上げたくても上げれないと。そういうのを繰り返していくと、あそこの店行っても出てくるの遅いしなっていう噂にもなるし、でどうしても余裕を持って仕事するのと忙しくててんてこまいするやつは商品自体にもかっこいい言い方をすると魂が入らんみたいなね、綺麗な商品が出せない。だからアルバイトなりワンオペでやっていくっていうのは絶対に無理やと思います。で今日は暇やでええやろ、人おらんでも大丈夫やろっていう日に限って絶対来る。そしてこの注文は今日は忙しいでしてもらいたくないなっていうやつに限ってその注文ばっか来る。この商品が品切れ、今日はない、普段はそんに出えへんでなくてもええやろってやつに限ってその商品ばっかになる。今からの時期やと割によう冷麺が出るんやけど、今日は週末やから冷麺もようけ出るやろな、出るとあかんでちょっと準備しとこやっていう時に限って冷麺出ない。で今日はこんな日やで冷麺みたいに出えへんやろと思っとる時に限って冷麺ばっか注文来る。クッパがあったりカルビークッパがあったりすると人がおらん時にその手間がかかるやつばっか注文来る。なんでかなと思うぐらい。だからワンオペっちゅうのはやっぱり無理やと思うし、お客さんを来てもらおう、売り上げ上げていこうと思うんであればアルバイトなりそういった人をたくさん入れた方のが僕はいいと思います。その出来上がっとる商品をねパッと出すだけの飲食店やったらそれはワンオペでもできるかわからんけど、でもまずワンオペでしていこうっていう考え方、少ない人数でやっていこうっていう考え方やと設備投資に金かかる。絶対に注文は全部タブレットオーダーとかね、今もうそういう風にだいぶとなってっとるし、回転寿司もね今会計もそういうとこに入れて全部会計が出てくるようになっとる。自分がガセガセしとるとお客さんもやっぱりせっかく食べに来たのになんやってなると思う。知らず知らずにバタ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 しとるから喋ってくんなよオーラが顔に出とると思う僕らもなるもん絶対。そういう気持ちはないけどやっぱり傍から見とるとそうやって思うやろなと思う。忙しい時はそういう顔になってしまう。わざとしとるわけじゃないんやけど、お客さんのためにやってる、早く出そうと思っとることがかえってお客さんのためじゃなかったりする場合がある。飲食店の人たちが行くお店とかやとね待ってくれると思うし、飲食店行って人がおらんで遅いやつは人おらんねやなと思って僕も待つし何も言わんかな。レジもそうやね。スーパーのレジ今手打ちでしとる人って平日の日は若いシグの人たちがパパパパパってやったりしとるけど、忙しいこの間の5月の連休の時とかやと人はおるけどやっぱり年配の人ばっかりやで遅い。イラついたらあかんねんけどやっぱりイラついてくるところもある。遅いなどんくさいなと思うとこもある。仕方がないことやで別に僕も何も言わへんけど、でも心の中では年配の人は遅いやろうなっていう覚悟をしとる。そういう人しかそういう時はね来てくれる人おらんから。小さい子供がおる
お母さんとかやとそういう時に家族で遊びに行ったりそういう時に休みになってしまうから仕方がない。だからその辺をねちょっと分かってほしいなっていうのがある。でうちの店でもせいもんお腹空かしてくる時の顔つきって全然違う。お腹空いとんねやろなうちでもうむさーっとしてくる。座るまでの間にもうビール持ってきてっていう人とかね、いやいやもうタブレットで売ってくださいってお願いしますっていう言い方するじゃん。帰りはみんなニッコニコの顔で買ってく本当に腹減ってるとやっぱりみんなあれねな、僕もそうか。うちでも飲み放題あるけど飲み放題がある時は極力アルバイトも来てもらうようにした。飲み放題で遅かったら飲み放題ちゃうやんけって言われたら嫌やから、人がたくさん来る時は人がおってもうた方がお客さんにストレスを与えない。この飲み放題やったとしたらね、そこのテーブルに4人座ってみえると4人の人が亡くなったから4つ持ってくやつは1回で済むんやけど、生ビールを全部飲みました、タブレットで生ビールを押してスタッフがお客さんのとこへ「はい生ビールです」ってやるとその周りが上がったので「あまた」でまた持ってったら「また」っていうのが多い。冷麺も石焼きビビンバもクッパやああいうようなサイドメニューは必ずそうなる。誰かが冷麺食べたいと思って注文してそれを持ってきたら「おなんや冷麺頼んだええな俺も頼もう」ってなると作る側また冷麺また冷麺またかっていうこうなる。まあそれが売り上げにつながるんやからワンオペはそれができない。そういうのを1回でも経験した人はもう絶対ワンオペではせんとこってなると思う。普段のストレスの倍じゃないな3倍かかるからあれやっぱりお客さんのためを思ってお客さんにストレスがかからないようにと思って一生懸命するやつやからワンオペはしない方がいいです。どうしても人はいないもうどうしようもないっていう時は休みましょう。このヒレはここはこの辺がシャトーブリアンと言われるところになります。これはカットしないのでこのままちょっとミートペーパーに巻いて今回は終わりです。今日はワンオペについてのお話の動画をさせていただきました。今日もどうもありがとうございます。株式会社稲垣では飲食店向けの卸販売と他では教えてくれない仕入れやお店作りのアドバイスをさせていただいております。 LINE 公式アカウントで登録していただくとサービスの内容がご覧いただけますのでこの機会にぜひお友達追加の方をよろしくお願いします。ワンオペで何でしたいかっていうのを僕もすごくわかる。一人でやってそれなりに最初の頃は利益を出していこうと思うけどまず利益出ない。人がおらんかったら休もうと思う。そっちの方が正解やと思う。正規のお客さん怒って帰らすやつはそっちの方が今後のマイナスやと思う。